はい、じゃあ、ワルコンゾン千秋です。安藤です。世の中にはさ、下着泥棒とかさ、女性の着用した下着を好む性癖を持った男性が一定数おるやん。おる。今回は、そういう性癖を持った人に対する、締め付けが厳しくなっていっとるっていう話を取り上げていきたいんやけど、IT メディアニュースの記事で、ヤフオクが使用済み下着の出品を一律禁止したっていうニュースが上がっとったんやけど、LINE ヤフーが7月4日、オークションサイトヤフーオークションで使用済み下着の出品を一律で禁止にすると発表したと。これまで使用済み下着の出品は原則として禁止しとったんやけど、補正用下着とか妊婦用の下着、ウェディングドレス用のインナーのみ、クリーニング済みであったら認めとったんやけど、7月25日以降は全て禁止にすると。出品する側のユーザーは商品画像の1枚目にタグなどを写して未使用品であることを示す必要があると。で、同じく LINE ヤフーのフリマサイトの PayPay フリマでも同様の規約の変更を行うと。フリマサイトだとメルカリが有名で、メルカリは以前から使用済み下着の出品を禁止しとって、2019年の2月22日から主に青少年保護、育成及び衛生上の観点から使用済み下着の出品を一律禁止しとったんやけど、メルカリではもっと厳しくて、当時から全面的に禁止しとったんやけど、試着とか水通しを行った下着でも使用済みとみなされて禁止の対象となっとって、もう AI で自動的に使用済み下着と見られる商品が出品されとったら、もう削除されるようになっとるな。この措置はいわゆるブルセラ目的での利用を防ぐとともに消費者の衛生面での安全を確保することを目的としとると。で、ブルセラって昔流行ったんやけど、いわゆる、ブルマとセーラー服を組み合わせた造語のことで、主にアダルトグッズとして流通する中古の学校用衣料品を指すんやけど、こういう商品は主に男性が性的利用のために購入して、女装やったり、オナニーやったり、コレクションとして用いられるんやな。だから、もう今回のヤフーオークションも、こういう性的な、いわゆるアダルトグッズやんな。そういった目的で出品されると、企業のイメージが損なわれるっていうことで禁止にしたと思うんやけど、実際さ、女性用の使用済み下着をさ、販売しとってさ、それを買う人がおったとしてもさ、誰も不幸にはなってないやん。確かにな。ウィンウィンであるよな。売った人はもう使わん下着を売れて。出品者も購入者も、その運営もみんな得しとんのよな。手数料とかでな、儲けることできるから。誰も損してないっちゃ損してないよな。そうやな。売る側はグレーゾーンなだけであって。使用済みの下着を売って処分できるし、買う側は性癖満たされるし、運営は手数料で儲けられるしっていう、全員が幸せになる、出品の仕方ではあるんやけど、だから個人的にはそこまで問題視されることではないんかなとは思ったんやけど、確かにこれを無制限で認めてしまうと、多分そういう過激なというかアダルトな出品ばっかりになってしまって、もうメルカリ自体がそういうアダルトサイトみたいになってしまうから、歯止め効かんくなるっていうことなんやろうな。実際に法律的には下着の販売っていうのはグレーな。一応、弁護士 .com のサイトで見たんやけど、直ちに違法になるものではない。基本的には契約自由の原則やから、個人の趣味嗜好の問題、だから別に違法となるものではないと。ただ、18歳未満の使用済み下着の売買についてはまた別で、青少年保護育成条例に違反する可能性がある。なるほど。じゃあやっぱりメルカリとかヤフオクは建前上健全なサイトとしてやっとるから NG ですよっていう感じなんか。そうやな。でもこれってさ、ある種転売みたいなもんやん。安く仕入れたものに付加価値をつけて売るっていう。そうそう。買った値段より高く売れてしまっとるからな。でもこれってさ、例えばプレミアがついたものとかさ、例えば有名人が100円で色紙買ってきてサイン書いて1000円で売るみたいな。それとやっとることは変わらんと思うよな。変わらん。だから褒められたことではないかもしれんけど、必要悪って言うとあれやけど、必ずしもそんな咎められるようなもんでもないような気はするんだな。あまりにもひどいとアカウントがバンされたりとかな。今は AI でかなり規制されとるっぽいけど、それでも穴をついて出品はされとる。そうやな。実際、ヤフオクとかメルカリ見とると、使用済みっぽいものは売っとるよな。新品未使用ってことになっとるけど。そう。未使用の定義が広すぎてさ、着用しても洗えばセーフとか、とりあえずタグつけとけば未使用感を出せるやろみたいな感じで、しわしわのさ、下着をさ、しょってさ。ただ俺思うんがさ、これ書いてもさ、本当に女の人がさ、出店してるのかどうかわからんのによく買うなとは思うけどな。確かに。全然男がさ、普通に買ったものを出しとったりさ、何よりさ、個人的に顔も見えん人の下着では興奮せんけどな。いくら使用済みといえど、
それは性癖か。おのおのの。出品者のさ、プロフィールとか過去に出品しとるもんとかを見て、信憑性が高いというか、本当に、若い女性っていうのが信用できるような人から買うんじゃない？とはいえ、確実に女性とは断定できるものはなかなかないような気はするけどな。だから自分の胸とかを見せつつ、下着の借用写真を撮るとかさ。いや、メルカリでさ、エロ目的で探すのって効率悪くない？なんかもっと専門のサイトで行けばいいのに。専門のサイトも実際あるんよな、何個か。なんかな、調べたらちょっとあったやん。明らかに女の人が、そういう着用済みの下着を販売目的で、写真とか、中には顔出しをしたりしてさ、出しとる。そうやな。女性が下着類を直接販売購入できるサイトがあったんやけど、これを見てみると、使用済み下着だけじゃなくって、かなり多岐にわたる商品が販売されとって、例えば、清水とか、使用済みナプキンとか、はいはい。あとはもうもろに体液とかも売っとって、で、それを、商品ごとにオプションで、例えば下着やったら、出品手続きがなされてから3日間着用すると1000円とか2000円とか、あと体液もつけますみたいなとか、あと舐めた後の飴をつけるとか、いろいろあったな、本当に。で出品者顔出しとったけど、多分ほとんど AI やな。AI 生成の。もう見てられやんわ、あのサイトは。人間の闇が。でも、ヤフオクとかメルカリでエロ漁りしとるようなやつは、明らかにエロ目的のサイトよりも、素人感を出せるメルカリとかの方がいいんかな。そうやろな。買う側は素人感求めるんじゃない？だって、極端な話、別に専門のサイトで買うんやったらさ、アダルトグッズ売っとる店行けば、いくらでも手に入るしさ。風俗でもな、パンツ持ち帰りのオプションとかもあるもんな。オプションあるしな。だからメルカリみたいにな、一般人が使っとるっていうのがいいんちゃう？なるほどね。確かに、メルカリとかの方が、本当にな、普通のさ、犯罪やけど、女子高生とかも使いそうやもんな。確かに。出品する人も多いやろしな。でも、売る側としたら普通に、下着の方が普通の衣服よりも売れるからな。昔な、マスク売るとかもあったけどな。あったな、マスク。使用済みのマスクと。マスク手渡しで売るとかな。つけてってその場で取って売るとか。それこそ大昔にブルセラとかが流行ったのが、今現代になって、SNS というか、ネットで気軽に買えるようになったっていう、やっとること変わらんけどな。昔直接渡しとったんが、今は梱包して郵送するだけの違いやから。いつの時代でも需要と供給が。昔、地元にさ、東京書店っていうアダルトグッズ売ってる店があってさ。いや、名目は書店やから、本はいっぱいやったんやけど。最初、東京書店がオープンした当初は、新品の本が立ち読みできる本として有名やったんやけど、普通に本やメインで、18金コーナーがちょっとあるみたいな感じやったんやけど、徐々に18金コーナーが大きくなってってさ、しまいには本屋の部分がほんま一角のほんま隅っこだけで、あとは18金コーナー、店の3分の2、18金コーナーで、あとの3分の1の半分は、パチスローコーナーになって、あとちょっと本売っとるみたいな感じだったよな。本がメインじゃなくなってたもんな、もはや。東京書店で使用済み下着のガチャガチャとかさ。あった。懐かしい。UFO キャッチャーみたいなんもな、あったけどな。あったわ。今思うとあれもうさんくさいけど。普通にガチャガチャじゃなくとも、パケに入れられた使用済み下着で、20代 OL の下着とか言って売られとったけどな。普通に透明のさ、パケに入っとるから見えるんやけど、茶色いシミとかついとんのよ。ああ、はいはい。そういう風に加工しとるだけだと思うけどな。誰が買うんやと思っとったけどな、あんな。でもやっぱ需要はあるんやろ。普通のさ、そういう性癖がない人からしたら、こんなもんいくらでもさ、男が適当に茶色いシミつけてとかさ、男が試着して売るとかさ、いくらでもできるやろって思ってしまうからさ、あんまり、全然興奮せんけど、好きな人からするとな、ちょっと思い込めばいいっていう感じなのかな。もちろんその可能性は分かっとるけど、妄想で。妄想込み、付加価値が出るんで。本当ギリギリグレーゾーンのせめぎ合いを、メルカリもヤフオクもしとる感じやな。メルカリ側も売れるからって、黙認しとる可能性もあるけどな。AI で弾いとるといえど、商売やし。フリマサイトの宿命かもしれんけど、メルカリは昔からこういう倫理的にやばい商品いっぱい売られとるやん。せめぎ合いよな。いたちごっこといえばいたちごっこなんやけどさ、例えば過去に出品されたものやとさ、現金とかな。メルカリで。現金3万円を3万5千円で売るとか。だからそれは今すぐにでも現金が欲しい人がクレジットカードとかメルカリのポイントとかで買うの。現金で買うんじゃなくて、カードとかポイントでとりあえず現金化するってことか。そうそう。だからクレジットカードの利用枠を現金化するってことやな。もうキャッシングとかそういう使い合い人とか
消費者金融にもうすぐにでも金返さなあかんとか、あとは、消費者金融行ってしまうと、そこでもうブラックリストとか消費者金融の名簿に名前が載ってしまうとか、そういうの気にして。でもそれは下着とは違って現金の売買やから確実にアウトやな。そうやな。だから今は全然できやんねやけど、あとは空の領収書とかな。金額とか宛名が空になった領収書が売られとったりとか、もう昔あった。はい。それは、例えば、その会社員が空の領収書手に入れて、金額5万とか入れて、交際費とかで取引先と飲み会やったことにして、会社に経費申請するとか、そういう使われ方がしたみたいな。いや、よく考えるな。横領やけどな。いや、全然アウトやな、それも。倫理観が本当に無法地帯やな。あとは、真偽わからんけど、例えば、なんかニュースでさ、どっかの、桃農家で桃が大量に盗まれたっていうニュースが出た後に、出荷元不明の桃が大量に出品されとるとかさ。明らかに怪しい。格安で売られとるとか。何でもありやからな。一回、2ちゃんかなんかで話題になっとったのがさ、自転車のライト大量に売っとるアカウントがあったとか。ただ取り付けとるだけのライトあるやん。自転車の。普通に取り外し簡単にできるタイプのライトとかが売られとって、一人の出品者がさ、そんな同じようなライトをさ、何個も出品しとったらおかしいやん。おかしい。そんな一人で何個もライト買うわけないんやからさ、絶対盗んだやつやろってなっとったの。なるほどね。いや、マジメルカリ、俺が見たんは、親知らずとか、へその緒とか。親知らず金になんの？そのマニアが、それこそ女の人の親知らずとかやったら、いや、ほんと何でもありやなっていう。下着の売買取り締まる場合にもっと取り締まるものあるやろって思うけど。でもいちいちそんな対処したら次から次へと出てくるから、メルカリ側もこうやって使って弾いてとんなと思うけど。メルカリになんか民度求めやん方がいいような気はするけどな。売る側も売る側やし、買う側もやばい奴らいっぱいおるからな。ただ、成人のその使用済み下着に関しては、誰も不幸にはなってないから、一種の性癖としては、認められてもいいような気はするけどな。っていうのが個人的な、見解ではあるが。確かにそこで性欲を発散できるんやったら、そこで解消してほしいよな。それがリアルにまで影響してたら、犯罪に手を染めてしまう可能性があるわけやから。ただただその使用済み下着ですって言って売っとったらいいけど、それだけやと売れやんくなって、どんどんやっぱさ、自分の体写したりとか顔を写して、その写真を載せて出品するようなやつが出てくるともうアウトやんな。難しいとこやな。別に普通に使用済み下着の不用品の処分っていう感じで売られとったら別にいいような気はするけど、そうもいかんのよな。今回はそんな感じでヤフオクで使用済み下着の出品が一律禁止されたっていう話を取り上げました。ありがとうございます。はい。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。